大阪市が大きな港作るって言ってこっちに移ってきた。新しい弁天風島というターミナルを作って2つの船の会社があって真ん中が商業施設お土産物屋さんとか食堂とかがあってでうちもそこで食堂としててでここが団体さん専用のあれで建てたお店なんです。だからガランと大きくってすごい大きいですもんね。でだんだん新幹線開通とか橋瀬戸大橋とかああいう橋で開通するようになって船の利用する人とかも減ってきた。こういうこうに回しなさいって言われてる。でそれして花を眺めて今日も一日お願いしますということでこれを毎朝やるんですよ。でお漬物をね。ああ、やってくれさるんですね。はいはい。10年前にね脳出血で。ああ、大変です。はい何十匹っていうのをエビの皮の剥くのはやってくれてましたゆで卵の皮ぐらいはまだできるけどだいぶ手に力がなくなったからこういうのもできなくなっちゃう。この7時とかでできてる状態っていうのはこれは昨日から全部前の晩にこれをやってます。で朝塩コショウしてこういうパン粉をつける状態まで前日にやってます。だから夜もお店閉まってるけど、はい、準備されてるってことですね。そうですね。だから多分空いてる時間より営業中より仕込みの時間の方がダントツ長いです。昨日私らはもう11時回ってました。大体だからお店終わってで終わってから今ちょっとお弁当の注文を聞いてるんで今バスが止まってるじゃないですか、はい、あれ高速バスの運転手さんで今その人らが休憩して寝てるんですね。お弁当を食べてまた行くみたいな東京とかいろんなとこでそのお弁当の注文をちょっと今毎日聞いててそれが3時半までに作るっていうあれなんでだから昼の営業終わってすぐそのお弁当をしてで3時半に取りに行ってでそれからちょっとまだちょっとお昼の片付けとかができてないからそういうのなんやかんやちょっとしてで仕入れに、全部自分たちだから仕入れにも行ってで帰ってきて私は週2回ぐらいしか行かないんですけど姉の方は毎日仕入れに行きますね。夕方ですね、5時6時とかなっちゃうんですよね。でそれでそこからゆたーっとしながら仕込みをするみたいな。よそのお店は知らないですけども基本全部こうやって手作りなんでどうしても時間かかりますよね。店さんみんなそうじゃないかな。仕込み大変なんじゃないですか。カツを入れて昆布は取り出して沸いてきたら昆布を取り出してでこの鰹節を入れてこれで20分。はもう
短大とか卒業してそこから20歳過ぎぐらいからそうですねはいでその頃はもうほとんど調理とかはしてなくてホールでしてたけど、だんだん、はい、全体的に煮物は私がほぼやってでお母さんがお魚担当お魚で妹がフライ担当フライとかそういう洋食担当みたいな感じでなんかもうそんな感じですね。チエッグって知ってます？これ半分になりますよね。半分なんですよね。さすがに、はい、ちょっと1個じゃねね大きいですよね。この出汁はお母さんの担当なんです、ね。そうやね。これでちょっとしばらく置いておきます。お寿司がはい。みんなはい。すごい働いてますね。すよ。お母さんも働いてるじゃない。いやーね、知らん間に。知らん間に知らん間に年がいってもた。そんなもんですよね。あっという間や。何ですか？嫁に来てからや。嫁に来てから、おいくつなんですか？84。なんで関東するの？すいません。いくつにでお嫁だって言ったんですか？23？じゃあもう60年以上だ。お嫁に来た時大変でしたか？やっぱり。いやもう昔はもうほら団体こんな商売でなかった。食堂やけど、はい。もう団体さんが専門やったから。まあ、あれは分かってるからね、何時に船が着いて、お店200人収容してたから、団体さん言ったら朝食がその当時500人ぐらいからやったんかな。すごいですね。で同じものを並べてたらいいから、もう楽といえば楽やね。今の方がすっごい偉いですわ。今いろんなの作んなきゃいけないですもんね。そうね。
メニューってこうどうしてるんですか、なんか今日は何を作ろうみたいなのがあるんですか？で私、まあ、みんなそうやけど定番のものと、はいでちょっとかぼちゃとかやったら今日はかぼちゃにして次の日は小芋にしてとかちょっとずつ変えてるものと、それがまあ1週間でぐるぐると回っていく感じです。で今日はかぼちゃですね。今日はかぼちゃで肉じゃが、これはね鶏じゃがって言って鶏じゃがはい玉ねぎとかなくてお芋と鶏をコテコテにこってり甘辛く炊いてるようなやつなんですけど、で肉じゃがとカレー肉じゃがといろいろありますよね鶏じゃがとかがあって、でしてたけどやっぱりこれ好きな人とかも多くてないのっていう感じでなるし、もうだんだん忙しくなってきて品数作らないといけなくなってきてるから、もうじゃがいもだけで3種類、肉じゃがカレー肉じゃが鶏じゃがって、もうこれはもう定番で毎日してます。これはじゃあ人気なんです。定番なんです。いいですね。もう外へ出そうか、サバは。まだかいな。ああ、うまいね。戻して上に押してはい練習ですこれは何作られてるんですちらし寿司か？です。ちらし寿司。はい。ちらし寿司ははい。金曜日だけのはい特別なメニュー。そうです。こっからやるんですね。はい。こっからっていうか、どこからどのように考えてなんかますか。これ味付けするわけですよね。味付けですね。全部だからこのさっきとうどんの出汁をベースに。入れて、うちはその出汁っていうのはこのうどんの出汁がのことですね。これでだからだしもそうやし、はいっていうじゃないですか、はいうちはなんか丼汁って言ってるけど、豚汁？なんか丼の地ベースみたいな丼汁っていうらしいねんけど、はいなんかもう昔から丼汁ってなんかそういうコテコテな言い方やけど、それとそんなもん全部手作り作って置いといて、で丼とかが通ったらうどんのだしこの尺に1杯とこの丼の丼汁っていうのをこう混ぜてこう作るとか、だからうちの炒め物とかニラもやしとかああいう炒め物とかにもそれを使ってます、味付け。だからちょっと甘い感じ、そのソースベースじゃなくて。このお店の味ってことですよね。そう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 。ザラメを入れたら。ザラメ、はい。とりあえずザラメ入れて結構甘く炊きますね。ちらし寿司のこれ切ってるわけですよね。はいはい。昨日のうちかなんか。昨日のうちに切ってます。今日はお湯が飲めなんだな。あんたら飲んだ。ほんまやな。
けるかな。うん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 。早めに言うといて、電話入れといてあげた方が。そうやな。撮ってくれてる。二人撮りますか。お、ええな。年がいってから取ってもろてんな、いろいろな。いろいろ。体力いるんです結構。力いりますよね。それは私はもうちびやしなんか結構これ大変ですよね。昔からやってたんですこれを。そうこれはそうですね。父が元気な時からとりあえずちょっと教えてもらって元気な時にはい作り方を、お父さんから。はい、教えてもらっててよかったです。そうですよね。うん。なかなかこまあまあ、大変ですね酢の合わせる配合ですよね。あれなんかだけはもうちゃんと適当にはできないから。食べてて、ここで作ってるのみたいな。そのほら、女の人とかじゃこれ冷凍食品やなとか、う。はい。そういうのとかは分かると思う。私らはバッと見て分かるけど、あ、これ冷凍食品あげてはんなとか形がね、うん一緒だったり。思うけど、でもなんかほら、ここで作ってんのとか言うから、全部知ってるんですけどとか言うて。うんちゃん、これ鍋いる？もういい？いる？おじいちゃんっていうこと。この人のお父さん。お父さん。 92歳で亡くなったんやけど、その人が始めたわけよ。この食堂。そうそう。もう何年になるんですかこれは。 80年ぐらい。 80年ぐらい。天保山でね。天保山で始めた。ボール？もうじゃあもっとか。生まれる前やから。だからもう89やから90年ぐらいかな。 90年。すごいですね。90年。こんだけ続いてすごいですね、孫の代までね。そうですね。喜んでるに違いますそうですよね。この子らがようやってくれるからね。20年、ね、23で来てこの家入ってるから、はい、この子ら生まれた時からそれをずっと見てきてるからね。なんかすごい。これちょっとこれ分厚い。いいです。これをあれにしちゃいけない。これは当たりです。当たり。一番そうですすぐなくなっちゃね。もうこれも手で切ってるから。自分で手で切ってるからこの塊の肉をね。はい、だからそれちょっともう端っこでもこれ以上切られへんと思う。あ、そうか。これ半分できなかった。これですね。で卵、小麦粉つけて卵つけて焼く。
庭でも全然できます。昭和のごちそう。全然全然家でもできます。ソースも普通にケチャップとマヨネーズととんかつソース、それを合わせたやつやから。それオーロラソースっていうかな。オーロラ。おはようございます。もう年齢聞くとね普通は働いてないですもんね。ね毎日やってるからああいう元気なんですよね。だと思います。だからどんどん仕事させます。いいですね。昔はもうちょっとたくさん人来てもらってて、こう調理とかじゃなくて、まあお客さんの対応とかそんなんばっかりしてたけど、人生の終盤でこんな魚焼いたり、大変だってそう。頑張って。どういうお母さんなんですか？天然な感じ。天然？ちっちゃい時からお店の中で育ってるから、はいこうお魚の人とかで船着き場で仕事してたっていうのもあるから、はい。結構こうなんていうのかな、イラチってわかります？わかります大阪人の。まあ結構そういう家系やって、まあお客さんもそういう人が多いから待たしたらあかんっていうので、もうすごい慌てて何でもする感じだけど、ちょっとほら徳島からお嫁に来てるから、ちょっとテンポが違う。ああ、お父さんはもうほらもうそういう大阪の商売人みたいな、そうですよねそんなんやから、もうすごいほらイラせっかちっていうかイラッチやから、おじいちゃんとかもみんなそんな感じやから、あー店はそんな感じ。錦糸卵。あ、気にしてる。これ肉じゃがですか？肉じゃがです。ナスのエビからにほら、これ肉じゃがで、肉じゃがの味付けたとこからはい。取ってカレーの、カレー、う肉じゃが。あ、じゃあ鶏じゃがはもう全然味が違うんですね。だしが全然入らないかな、あれは。
と思ってたけど。戻ってない。しばらく起きやっぱ。すごい綺麗になりますね。綺麗ですよ。思ったより量が多いです。卵乗っけるのが。そうですか。いつもこれぐらいです。そのうちあっち行くや。そうそう、あれが嫌やな。もう水飲んで10分おきかなんかに飲まされて。結局来ていいんですか？なあなあ。
はいすみません。あんが美味しそうです。あんかけあんかけ。ちょっと生姜が効いててね。ああ、生姜入ってる。美味しいよこれ。そうやね。前増やして言うたらお兄さんこけはったやんか。いかに社長さん聞いてくれはるんやったら。社長さんも味噌桶持って帰る直したで今直した喋りかけたから味噌桶わざわざ出してるけどもう全部忘れて帰ってね、ここ4丁ね。はいもう一個長い方が好きやねんけどあるありがとうね。混ぜるのにはちょっとだけ短いねやんか何作ってるの？これは豚と白菜の生姜ねあ、生姜に。煮物テレビ見てきはるのは年配の方が多いです。テレビよりもそういう YouTube とかの方が影響力がすごいありがたい話ですね。本当はもっと半熟やったはずやけど。いや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 。お腹いっぱいになりますよね。なりますこれね半分でも十分お腹いっぱいになりますよね。がまあ入ってきたりしはるんですけど、もう勝手に入ってくる感じですね。でまあ近所の人とかがあれやったから、なんやったら早起きって喋るっていうか入ってくる人がいてたから、でみんなどんどん入ってきはって、でも歴次第開けてる感じやけど、15分に開いてる日もあれば、ほんまに11時半まで無理な日もあったりして。なるほど。だから11時半からって書いてるから言うてるし、一応事実上はそうなんやけど、そう思って合わせて来た人がもう来たら満員みたいになってるから何時からってすごい聞かれたりして、だったらもう食べ終わってる人いるんですよ。そうお前なあーって言って、そうちょっと準備できたら早く開けますいう感じ。元気おばあちゃんがありがとう。
気がいいから明日もこの天気やったら最高やな。はい、いらっしゃい、どうぞ。はい、はい、おうどんです。はい、はい、はい、そうです。よく来られるんですか？毎日ですか？毎日来ても全然飽きないっていう。中ご飯入れてください。どうぞ。何を食べてもなんとも美味しい。もうそれこそ私の家のね家庭料理よりも美味しい。奥さんに怒られる。ほんまね、奥さんに怒られるけどね。